こんにちは、ひまわり花子です。今回は制限から自由になることを占います。早速ですが、次の選択肢からお好きなカードを一つ選んでください。3択です。紳士、太陽、クローバーです。紳士を選んでいただいた方の制限から自由になることを占います。今回はまずルノルマンカードであなたの現在ある制限がどのように自由になるのか、タロットカードでその詳細を見て、オラクルカードで魂が工事の存在からのアドバイスをお伝えいたします。それではあなたの現在ある制限がどのように自由になるかなのですが、選択肢のカードを主語として左から主語、修飾語、述語で見てみますと、主語の紳士は、この動画を見ていただいているあなたが男性の場合はあなた自身、女性の場合はあなたに影響を与えている男性、パートナーですとか上司だったり、父親だったりとして今回は読みます。就職後には鍵が出ていて、信頼できる、安全な、重要ななどと表します。この2枚を組み合わせで読むと、願望と計画が成就する、強い影響力があるなどと読みます。述語は怒りなので、安定する、目的を達成する、成功するなどと表します。また、鍵と怒りなので、セキュリティなどでもかなり強化できそうな印象を受けます。安心な感じですね。それなので、どのようなことから自由になれそうかというと、例えば見ている方が男性の場合は、自分のこだわりなどが強かったり、頑固だったりしていたことで、少し窮屈だったりとか、内向的だったけれども、逆にそれがあったから自分の身を守ることができたと思えるようになり、これで良かったんだと思ったり、無事にやらなければいけないことが達成できたと思えることが起きるかもしれません。見ている方が女性の場合も、あなたに影響を与える男性が愛情のためか制限や束縛が強かったのですが、最近は信頼をしてくれたので、あなたを縛る気持ちが落ち着いてきたのか、自由にすることを少しずつかもしれませんが、認めてくれるようになってくるかもしれません。タロットカードの詳細も同じようなことを言っているのですが、ソードの2の正位置が契約を守りながらの成功、不愉快なことを避ける、囲いの中に留まるなどの意味があり、もう1枚も恋人の正位置なので、愛を感じる、自分なりの哲学を確立する、他人に開放的になるなどの意味がありますので、ルノルマンカードで占った内容が強化され、過去は少し窮屈だったけれども、それがあまり気にならなくなる未来が訪れそうです。視聴者様が男性の場合は、一個人としてちゃんと自分を認めることができたり、視聴者様が女性でも自分を相手に認めてもらえたので、喜べそうです。最後に22番のオラクルカードから今回の制限に対しての自由を得ることに関してのアドバイスをもらいます。もちろんこのまま未来へ進んでいっても自然と窮屈からの解放は得られますが、さらにこうした方がもっと喜ばしいことが起きそうですというアドバイスになります。22番のカードは意志というカードになります。あなたのこれは譲れないという純粋な意志はそのまま持っていてください。それは人間として悪いことではないのです。漠然とこうなったらいいなと心の中が明るくなるように揺るがないポジティブな意志を持っていましょうということでした。紳士を選んでいただいた方は、今、あなたが立てている熟慮した意志がそのまま叶いやすいみたいです。揺るがないポジティブな意志を持つためには、自分も強くいることですが、周りにいる人たちからは、良い方のエネルギーだけを受け取ってください。悪い方のエネルギーは心で受け取り拒否をしてもいいでしょう。参考にしてみてください。太陽を選んでいただいた方の制限から自由になることを占います。
今回はまずルノルマンカードであなたの現在ある制限がどのように自由になるのか、タロットカードでその詳細を見て、オラクルカードで魂が工事の存在からのアドバイスをお伝えいたします。それではあなたの現在ある制限がどのように自由になるかなのですが、選択肢のカードを主語として左から主語、修飾語、述語で見てみますと、主語の太陽はカリスマ、幸福、エネルギーなどの意味があります。修飾語には月が出ていて、美しい、有名な、評判のなどの意味があります。この2枚を組み合わせで読むと、その分野での成功や名声などと読みます。述語は道なので、迷うというネガティブな意味もありますが、前2つがポジティブカードなので、今回は良い方へ進む、決める、選ぶなどと読みます。それなので、どのようなことから自由になれそうかというと、例えばこちらの選択肢の方はすごいなと思いますが、あなたはスポーツや芸術の分野などでかなり良い評価を受けている方で、もちろん今後もその分野で活躍を期待されているのですが、あなたも自信がないわけではないのですが、常に自分の能力と向き合うような世界なので、プレッシャーなどがあると思いますし、運気が良い時と悪い時もありますし、生身の体ですし、年も取りますので、自分に対してやこれからも続ける契約などに過去は迷いがあったかもしれませんが、その迷いがなくなってやろうと思えるようになるのかもしれません。タロットカードでもう少し詳細を占います。2枚良いカードが出ました。カップの10の正位置とカップの2の正位置なのですが、この2枚は一緒に出ると意味を強めるカードになりまして、身内の関係、家族の絆、結びつきなどの意味になりますので、太陽を選んでいただいた方は、ルノルマンカードで占った内容、仕事や学業もうまくいっているようなのですが、それにプラスしてご結婚や結婚を前提としたお付き合いもゲットできるのではないかなと思います。もしかすると今までは恋愛に制限があったりしたのが、年齢や契約年数を経て制限が緩まるのかもしれませんね。仕事で成功できたら次は結婚になりますよね。よかったですね。太陽を選んだ方、すごいな。羨ましいです。最後に21番のオラクルカードも見てみましょう。今回の制限に対しての自由を得ることに関してのアドバイスなのですが、もちろんこのまま未来へ進んでいってもお付き合いや結婚は可能かと思われますが、さらにこうした方がもっと喜ばしいことが起きそうですというアドバイスになりますのでお聞きください。21番のカードは夢の畑というカードで、この畑はあなたの中にある畑なんですが、現在の状態はあまり考えず、あなたの理想を明確にしてこの畑で大きく育つようにイメージしてみましょう。あなたは宇宙から素晴らしい能力を与えられていますので、たくさんの可能性の種をもともと持っています。なるべく美しい理想や目標をこの畑へ植えて育ててみましょう。その種は大きく実り、収穫できるでしょうということでした。太陽を選んでいただいたあなたは、人生を大きく花開かせてください。自分を大切にして、周りを大切にして、素敵な人生を育ててください。そして、あなたにとって恩人や尊敬する人、かわいそうな人以外には、愛やお金、物質ではなく、一般常識や本にあった知恵でもいいし、あなたの経験から得た知恵でもいいのですが、考え方を教えてあげるといいでしょう。参考にしてみてください。クローバーを選んでいただいた方の制限から自由になることを占います。今回はまずルノルマンカードであなたの現在ある制限がどのように自由になるか、タロットカードでその詳細を見て、オラクルカードで魂が工事の存在からのアドバイスをお伝えいたします。それではあなたの現在ある制限がどのように自由になるのかなのですが、選択肢のカードを主語として
左から主語、就職後、述語で見てみますと、主語のクローバーは小さな幸せ、お守り、チャンスなどの意味があります。就職後には手紙が出ていて、書かれた、伝えられた、記されたなどの意味があります。この2枚を組み合わせて読むと、幸運の知らせなどと読みます。述語は淑女なので、今回はこの動画をご覧になられている方の性別を問わず、あなたになると読みます。また、手紙と淑女は海外からの吉報などとも読めます。それなので、どのようなことから自由になりそうなのかというと、外国など遠くからあなたに幸運の知らせが届き、あなたはそれを手に入れて自由になるのかもしれません。タロットカードでもう少し詳細を占ってみたいと思います。鳳凰の聖一は、組織に属しているがソロで活動する、今ある知識を生かす、一つの活動に打ち込むことが難しくなる、などの意味があります。もう1枚はコインの6の逆位置なので、ケチになる、支援される、聞く立場などの意味がありますので、クローバーを選んでいただいた方は、何かやってみたかったことがあったが、一つのことに集中しないといけなかったためか、諦めていたことがあったのかもしれません。ただ、何かのお知らせをきっかけに、そのやりたかったこともしなければいけなくなり、一つのことだけをしなさいというルールから解放されるのかもしれません。それによって忙しくなってしまうかもしれませんが、支援はしてもらえそうです。よかったですね。それは次の52番のオラクルカードから読めます。今回の制限に対しての自由を得ることに関してのアドバイスなのですが、もちろんこのまま未来へ進んでいってもやりたいことはできそうなのですが、さらにこうした方がもっと喜ばしいことが起きそうですというアドバイスになりますのでお聞きください。52番のカードは魔法の地図を変える人というカードです。このカードが出たあなたに、今魂のレベルが工事の存在が言いたいことは、あなたはあなたを助けてくれる人と出会えそうです。これから出会う人に注目してみてください。その人たちはあなたの人生を変える仕掛け人かもしれません。その人たちとの出会いがあなたの人生観や使命を変えたりするきっかけになるかもしれません。彼らはあなたに進化を促しそうです。ということでした。クローバーを選んでいただいたあなたは、きっかけは小さなことかもしれないのですが、それがどんどんとあなたを進化させるきっかけになりそうですね。これから出会う人たちの行為に感謝をして、あなたのやりたいことに挑戦をしてみてくださいね。参考にしてみてください。